韓国や日本、台湾、シンガポール、香港などのアジア圏だけでなく、アメリカやカナダ、ブラジル、イギリス、オランダ、ドイツ、フランスなど、世界各地でライブを行ったことがある BTS。ワールドツアー中は、長距離、長時間の移動が避けられません。移動中は、できるだけリラックスしてほしいですよね。しかし、BTS のプライベート空間まで追いかけるファンがいるんです。そんなファンから逃れるために BTS が利用しているのがプライベートジェットでした。今回は BTS のプライベートジェット情報をお届けしたいと思います。BTS のプライベートジェット。BTS は2018年から海外でライブを行う場合など、長距離・長時間の移動になる場合はプライベートジェットを利用しています。BTS のプライベートジェットはアメリカの旅客機レンタル会社 BJS のものです。BJS のホームページには顧客リストが掲載されているのですが、そこには BTS の名前があります。料金は1時間あたり2000万ウォンから2800万ウォン、約200万円から280万円なんだとか。最近では BJS で最も料金が高いボーイング737機を利用していました。BTS がプライベートジェットに乗っている様子は公式 Twitter で確認できます。座席と座席の間がとても広く、ベッドもあります。大画面のモニターや美味しそうな食べ物まで揃っています。リラックスしやすい空間ですよね。プライベートジェットに乗り込むための階段にはカーペットが置かれているのですが、そこに書かれているのは BTS Love Yourself Speak Yourself というワールドツアーのタイトル名でした。さらに座席の頭のカバーにも BTS の文字が見られます。カーペットやカバーまで BTS 仕様なんてすごいですよね。ちなみにジンはプライベートジェット内でも RJ と一緒で可愛いです。BTS のプライベートジェットでの様子が分かったアーミーは、すごい、さすが、という声が止まりませんでした。しかし、中には、もう飛行機内でしんどい思いをしなくて済むね、という声もあったんです。一体どういうことなのでしょうか？なぜ民間航空を利用しないの？ BTS が民間航空ではなくプライベートジェットを利用するようになったのは左遷対策のためでした。左遷とは韓国アイドルのプライベート空間まで追いかけているファンのことです。韓国アイドルのファンとはいえど、左遷は常識の範囲内を超えています。BTS の左遷はBTS が乗る飛行機のフライト情報を手に入れて BTS と同じ飛行機に乗り込んでいました。そして尾行したり盗撮したりするんだとか。テテが V ライブで私たちも民間航空の飛行機に乗りたいけど、どの飛行機に私たちが乗るかを知って私たちの前や横の席に座る人がいます。私たちのプライベート空間でゆっくり休めなくてすごく不憫でした。正直、このようなことをしないでほしいと思います。と話していたこともあります。信じられないですし、怖すぎますよね。その一方で、BTS のプライベートジェットには、BTS のメンバーとスタッフなどの関係者、CA といった限られた人しか乗ることができません。飛行機内で左遷と出くわすことがなくなるんです。そのため、もう飛行機内でしんどい思いをしなくて済むねと言っているアーミーがいたんですね。飛行機内で左遷と出くわすことがなくなったとしても、空港内で左遷と出くわす可能性が残っています。しかし、BTS は VIP 専用ルートを通ってこれを回避したことがありました。2021年11月17日の LA 空港でのことです。LA 空港に BTS が来るという情報が流れていたのですが、情報通りに BTS が現れることはありませんでした。VIP 専用ルートを用意するプライベートスーツというサービスを利用していたからです。このようにプライベートジェットや VIP 専用ルートなどを利用することで、
BTS の安全は守られてきました。しかし、最近の BTS はプライベートジェットを利用していないんです。なぜなのでしょうか？最近はプライベートジェットを使わない理由は？最近、BTS はプライベートジェットを利用していません。民間航空のファーストクラスに乗っています。ウィバースに、ジンとテテが飛行機内で撮影したツーショットを載せたことがあったのですが、大韓航空のファーストクラス専用のパジャマを着用していて、話題になりました。このように、最近の BTS がプライベートジェットを利用していないのには、2つの理由があります。1つ目は、コロナ禍なので、以前と違って、民間空港の飛行機でも左遷が乗り込むことはないからです。コロナ禍で、海外への観光客としての出国が制限されるようになりました。就業ビザがないと渡航することができません。つまり、左遷が BTS の飛行機に乗り合わせるリスクがかなり下がっているんです。2つ目の理由は韓国政府が用意してくれたからです。BTS は韓国政府が用意してくれた飛行機に乗る必要があり、プライベートジェットを出すことができないことがありました。2021年9月20日に行われた第76回国連総会。ここで BTS はスピーチをしました。そのため BTS は2021年9月19日にはアメリカ・ニューヨークに到着していたのですが、プライベートジェットでの到着ではありませんでした。BTS は国連総会でスピーチをすることになり、ムン・ジェイン大統領の特別施設として外交官パスポートをもらっていたんです。外交官パスポートとは、持っていれば空港での手荷物検査やビザが免除されたり、軽犯罪の免責などの外交特権が与えられることになります。国会議員でももらうことが難しいものなので、外交官パスポートを持っている BTS は本当にすごいんです。そして BTS が国連総会でスピーチをするためにアメリカに向かう際には、韓国政府が資金を出して飛行機やホテルの手配を行いました。そのため BTS のアメリカ・ニューヨークへの搭乗はプライベートジェットではなく民間航空だったんです。まとめ、BTS は長時間・長距離の移動をする場合は民間航空の飛行機ではなくプライベートジェットを利用してきました。これにより飛行機内で左遷に狙われることがなくなり、リラックスして過ごせるようになったんです。最近はプライベートジェットではなく民間航空の飛行機を利用する場面が増えてきました。BTS が再び左遷に狙われ、しんどい思いをしてしまうのではないかと心配になりますよね。しかし BTS が民間航空の飛行機を利用し始めたのには、コロナ禍だからという理由と韓国政府が用意してくれたからという2つの理由がありました。コロナ禍で就業ビザがないと出国できなくなり、観光客が海外に渡航することは難しい状況です。そのため、飛行機内で BTS が左遷と出くわす可能性がかなり下がっているんです。また、BTS はムン・ジェイン大統領に外交官パスポートを与えられています。そのため、BTS が海外に行く際には、韓国政府が飛行機を用意してくれる場合があるんです。このようなことから、最近の BTS は、プライベートジェットではなく、民間航空の飛行機を利用しているんですね。これからも、BTS が安全で快適に海外を飛び回れることを祈っています。